皆さんこんにちは。ミディアムリーディングへようこそ。今日は1年後のあなたから今伝えたいことをテーマにリーディングをしていきます。選択肢は ABC とありますので、どれかピンとくるものを選んでください。今選択カードを出します。はい、こちらになります。はい、選べましたでしょうか。では A さんのリーディングから始めていきます。はい、では A さんのカードの展開をしていきます。 A さんの1年後のあなたから今伝えたいこと、はい、何でしょうね。はいはい、なるほどね。ちょっとルノルマンも一緒に出していきます。はい、では A さんの現状を見ていきますね。はいはいはい。なるほど。結構大変な思いなさってきてるのかな。ただ目標値はすごく高いですよね。例えばこれだとね、人に物を教えたりだとか、誰かを導いていくような形、先頭に立ってね、行動していくようなA さんではあるとは思いますね。目標値はすごく高いんですけど、でも一生懸命登ってますよね、これね。着実に頂上を目指しているような形が見えてきます。で A さんの課題なんですけど、なるほどね。
動けるのに動けない状況を作ってないですかね。やりたいことだったりだとか目標、夢、そんなものはあるんですけど、なんで自分で動かないんでしょうね。ちょっと待ってくださいね。眠れなかったり、過去のトラウマだったりだとかね、そういったものを示すんですよね。課題として出てるのでね、もうそこの過去のことだったりこだわって悩んでるところはもうスパッと切っていきましょう、次に行きましょうって、もうこれ強い意志も表していくのでね、そこが課題ですよね、A さんのね。で A さんの望みなんですけど、お幸せになっていきたい、心から安心できるようになりたいっていうのがお望みなんですよね。なんで鳥かな。あ、飛び出てきちゃった。いっぱい出ちゃった。ごめんなさい。なるほどね。何かがきっかけになってうまくことが巡っていったらいいなっていうふうに思ってるようですね。何かちょっと、立ち止まってる様子ですよね。過去振り返ったりとかね、前向きな状態ではないとこがやっぱ課題なのでね。じゃあ A さんの周囲ですね。はい、カップのエース。会社かな、これ会社の人たちかな。とってもカップのエースなのでね、これすごく愛情深いカードなんですよ。だから周りの人たちとの関係性っていうのはとってもいい状態に見えますね。で A さん自身がいい状態でいられる、安心していられるような環境にはあるようです。で今そんな A さんに1年後の A さんから伝えたいことっていう形で出しましたが、ここね、マジシャンと木なので、実績もあるしやりたいことをたくさんできますよと。もうあなたはここを乗り越えて1年後にはこういう状態になってますよってことをお伝えしてきてるんですね。これ蓄えとかも表すので、知識、培ってきた経験、それから蓄え、地に根を張ってもしっかりとした土台もできてますよっていう形ですね。ここいろいろ悩んだ結果、うまくここが回っていくのかなと思います。で未来なんですけど、ガーデンと死神ですね。やっぱり切り替わりますね。切り替わった上でいい状態の A さん、自分が目指すべきところに向かっていける A さんが出てきてますね。今まで自分が考えてもみなかったこと、今までと違う自分、それがうまく表現できていける A さんになるようです。何か気になるところありますか？ここはもうね、切り捨てましょうっていうふうに出てきているので、でこのガーデンなんですけど、自分のコミュニティが広がるとか、気の合う仲間たちと、自分のいい場所が作れるっていうカードなんですね。これが
A さんの未来ですので、とってもいい状態だと思います。だから今ね、すごく悩んで眠れないような状況であったとしても大丈夫ですよと、1年後の A さんが、あなたはもうね、1年後にはどんどん前に進んでいて、自分のやりたいこと、自分が表現したかったこと、それが全てできていますよと、そういうふうに伝えてきております。はい。そんな A さんにちょっとメッセージを出していきます。はい。花のある人になるマジカルブレッシングス。はい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 。なるほどね。これって人生が一変するようなカードではあるんですね。今まで興味がなかったこと、先ほどお伝えしたと思うんですけど、興味がなかったこと、新しい扉が開く、そんな感じのカードです。だからこれあとは自然とね一体化するとか、森林浴だったり、それから、ハイキング行ってみたり、ちょっと自然と触れ合うことを増やしていってみてはいかがでしょうか。さらに守りも強くなるのではないでしょうかね。今 A さん足りてないんじゃないですか。自然に触れるとか、自然の中でのびのびするとか、そこを多分言ってきてくれてるんだと思います。で今心配してる A さんに対してのメッセージですので、大丈夫ですよと、あなたはとっても華やかな花のある人になりますよっていうふうに伝えてきてくれています。はい、今もね、もし悩んでいる A さん、前向きになれない、未来を見ていけない、過去ばっかり振り返っているっていう A さんでしたら大丈夫です。はい、1年後はガラッと変わった生き方になっていると思います。はい、以上で大丈夫でしょうかね。はい、では A さんのリーディングを終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。はい、では B さんの1年後のあなたから今伝えたいことについて展開していきたいと思います。はい、切り替わりの時ですね、B さん。はい。いい感じですね、B さん。飛び出ちゃいました。
まずじゃあ現状から見ていきますね。死神が出ているので、あれなんかA さんと展開同じな状態がカードが出ましたね。面白。B さんも生まれ変わりの状態でちょっと新しいコミュニティを探している、自分の居場所を探している現状ですね今ね。生まれ変わりたいと、状況を変えていきたいっていうふうに、てか変わりますけどね、変わるちょうど状態に来ているのかなと思います。で B さんに対しての課題なんですけど、不安がらずに行動していきましょうと、熱意を持って行動していきましょうっていう形で出てきてますね。なんて言うんだろうな、野心、これもそうね、とっても愛情深い部分のカードではあるんですけど、魅力的なんですよねとっても。だからちょっとこう気持ちのやる気、その情熱っていう部分なので、情熱でねこの雲をかき消していきましょうと、不安要素をね、そういったものがちょっと今現在の課題となっているのかなと思います。何かが切り替わる時っていうのはちょっと不安や恐れっていうのもやっぱり出てきますのでね、そこを言ってるんじゃないかなと思います。で A さん自身の望みなんですけど、ソードの2と狐ですか。これうまくバランスをとっていきたいっていう形に見えてきますね。何についてバランスを取りたいんでしょうね。ちょっと展開しますね。何かの板挟みになってるとか、そういうことも可能性としてありますね。狐ってそのずる賢かったり騙すとかそういうのもあるんですけども、うまく立ち回るとか、お仕事の時なんかでも狐はやっぱり出てきますね。だからもしかしたら B さんお仕事のことで何か転換期を迎えているのかなっていうふうには思いますね。はい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 。なるほどね。これもしかすると講師のバランスって言ったらいいのかな。仕事とプライベートのバランスをうまくとっていきたいと、どちらかに偏っちゃってるんじゃないですか。例えば何か切り替わる時っていうのはそれに集中しなきゃいけないことって出てきますよね。そこをうまくバランスをとっていけたら嬉しいなっていうふうに思ってらっしゃるんじゃないかしら。そうですね、やっぱお仕事のことを言ってますね。ちょっとお仕事に集中しすぎちゃっててプライベートがないのかもしれないですね。でそうですね、B さんの周囲なんですけど、ソードのクイーンと太陽、周囲の方は特に問題はなさそうなんですけど、これもしかしたらお相手さんですか。バランスをとっていきたいというもしお相手さんかな。すごく意志の強い女性なんですよね、周囲。でもとっても太陽が出てるので、例えば B さんにとっての太陽、これ女性なんですけど男性として捉えていただいても構いません。見てる方がちょっと当てはめていただければね。だから B さんにとって太陽のような存在の方がいらっしゃるんじゃないですか。多分そのことを言ってるんだと思います。ご家庭というよりもこれ独身の女性のカードなので、まだシングルの B さんなのかなとは思うんですけどね。もしご家庭がおありのようでしたら仕事先だとかお仲間でこういった形の女性が周囲に
太陽のような存在、B さんが心を許せるような存在の方が、いらっしゃいますよって形で言ってきてますね。カップのクイーン、はいはいはい、やっぱ恋人さんじゃないですかこれ。そうに見えます。恋人さんのこと言ってます。だからこの恋人さんとお仕事のバランスをとっていきたいんじゃないかなと思いますよ。お仕事ばかりじゃなくてね、やっぱり遊びも大事。プライベート充実させることって大事ですからね。はい、じゃあ B さんの未来ですね。はい、星ですね。星に棺か、やっぱり切り替わりですね。あ、ごめんなさい、これ伝えたいことだ。やっぱ切り替わっていきますよって伝えてきてますね。これ希望が叶ったりだとか、例えば奇跡みたいなことが起きるとかっていうカードなんですね。だから B さんが望んでいるそのバランスが取れた生活っていうものが1年後のね B さんが伝えてきてるんです。大丈夫ですよって。うまく切り替えて、B さんが望むような形になっていきますよと。ちょっとここ見てみましょうか。もう少し深掘りしてみましょう。この棺がちょっと気になりますからね。はい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 。もう何か始めてますね。ちょっとまだ始めたて1年後なんですけど、始めたてって形に見えてきますね。いい状態だと思いますよ。これね、例えばまだ若いので周囲を警戒しながら用心深く、前に進んでいくって形のカードなんですね。ですごく頭いいんですよ。で頭脳明晰、頭の切れる若者っていう形なんですけど、ただここは恋愛色じゃないですね。これお仕事ですね。何かお仕事でも新たなスタートが出てくるのかな、兆しが。ハイプリエスです。男の人、やっぱこれ女性が見てきてくれてるのかな、多いのかな女性が。仕事も、これが教会だとすると結婚もっていう可能性が出てきますね。これ見えないかな。もし見ていただけてるのがB さんであれば、これ転換してもらってもいいんですけど、お仕事もプライベートも充実していきますよって形ですこれ。そういう風に伝えてきてますね。はい、でそんな B さんの未来なんですけど、やる気に満ちて、これ家ですね。ご結婚した家庭でもいいし、自分がとてもくつろげる場所、そうだな、自分がホッとできる場所ですね。それが未来にはありますよって形ですね。こうしてもね、いい状況に向かっていくんじゃないですか。悩ましいところは特にないので、バランスだけ取ってくださいってことですね。それができるようになるって形だと思います。はい、そんな B さんへメッセージ。カードは本当に正直だな。はい、宇宙の愛を受け取る。
これ多分自然、日光浴しましょう、日の光を浴びましょう。これインスピレーションが湧いたりとかやっぱりすることありますよ。勘が鋭くなったりね。でファインドバランス、やっぱバランス言ってきてますね。これそうだな、よく学んでよく遊びっていうカード、仕事もしてプライベートもちゃんとしてって、私がここでさっき言いましたが、伝えてきてます、同じことをね。そんな感じです。うまくバランスをとっていって、もしかしたら結婚もっていう可能性もあるそうです、 B さんは。結婚じゃなくてもね、新しい出会いがあるとかお付き合いが始まるとかっていうことでも構いませんのでね。そんな感じです。では B さんのリーディングは以上となります。ありがとうございました。では C さんの1年後のあなたから今伝えたいことを展開していきます。カード出します。現在課題、C さんとってもピュアな方に見える。その精神性が高いっていうのかな。これ結構スピリチュアル要素があるので、精神性が高いんじゃないかな。何か C さん周りとのそのいざこざだったりだとかトラブルとかに巻き込まれてないですか？なんかそんなイメージが出てきちゃうんですけどね。ごめんなさい。なんか場所変わりたいのかな。では A さんのごめんなさい C さんの現状を見てみますね。先ほども言ったようになんかちょっと純粋さピュアさ、それからちょっと思い悩んでるようなこの絵柄から見るとねちょっと出てきちゃうんですよ。先ほども言ったようにちょっとなんかトラブル的な
うまく解決できていけないようなものがあるように見えるんですよね。課題はソードのナイトか。そうですね。C さんが例えばリーダーシップを取っていったり、もうちょっと前に前面に出てきていいんじゃないですかね。これ吉報っていうかカードではあるんですけど、なんとなくねやっぱり馬に乗ってる騎士ですので先頭を走っていくっていうようなイメージではあるんですよね。なんかちょっと遠慮がちなところが現在の C さんにはあるのかなと思います。でそんな C さんが望んでること、場所を変えたい、うまくバランスをとっていきたい。これでも周囲だとかその周りのバランスではなくて、なんだろうな、自分自身のバランスをとっていきたいって言ってるのかな。ねえ、ちょっと心乱されるところがあるかな、やっぱり。で周囲なんですけど、そのねソードの10に棺か。やっぱり周囲に例えば困ってる人だとかトラブルに巻き込まれてるような人、もしくはすごくこうテンションが落ち込んじゃってるような方ね、破産とかね、金銭的な面も意味するんですけど、もちろんね10なので、始まりも意味はするんですけどね、これがもう切り替わる、生まれ変わるっていうようなカードも出てるので、なんかすごく C さんの周りでいろんな劇的な変化、周囲がそんなちょっとざわざわした感じには見えますね。そんな C さんに対して、C さんが1年後の C さんが伝えたいこととして出してきているのがソードの6なんですね。これは安定したり回復へ向かうっていう形なんですね。でもこれ周囲ですもんね。ただ巻き込まれた感がちょっと見られるので、 C さんもろとも何かやっぱトラブルに巻き込まれていて、そこからうまく回復する、次に迎えるっていう形で見た方がいいかな。その結果未来としてはワンドの10と山なんですね。すごく疲れてる状態ではあるんですけど、いやね、なんか高い、すごく目標はあれ、ごめんなさい、すごく高い目標が出てくるのかな。だからこそちょっと疲れちゃう、そんな感じに見えますね。あとはね、最初に伝えたように、前面に出れない、例えば自分の意見を飲んでしまうとか相手に合わせてしまうとかっていうところが C さんにあるのだとしたらね、これも相手に合わせすぎちゃってる、だからこそ山が高くなっちゃう、目標が高くなってしまうっていう風にも見れます。あとは仕事なんかで言うとそうね、重圧だったり見たまんま肉体労働だったりとかね、ちょっといろんな意味で負担がかかってるっていう未来になっちゃうんですよね。ちょっと周囲とここ見てみましょうかね。まずちょっと周囲見てみましょう。あとはね、その自分の仕事の負担が多い、やることが多すぎちゃってっていう、そういう形もありますよ。でも人が良さそうなんでね。
うまく自分を発揮できてないんじゃないかな。周囲C さんを利用してる方がいると思います。周囲になんか大変さを装ってC さん、実際大変なんでしょうけどね。なのでちょっと C さんを頼ったりだとか、助けを求められてそれがうまく断れずにどうしようバランスが取れないっていう状況、ここもまだちょっと引きずってるんですよ。次に行けるメッセージは来てるんですけど、結局そこを直していかないとまた同じことの繰り返し。人がいいんだと思いますすごく。ちょっと未来見ていきましょうか。何か解決策、未来に対してね。自分の目標、ここですよね。そこをきちんと見ること、目線を外さない脇に。確かに周りに助けなければいけない方がいたとしてもまず自分ですよね。一緒に溺れてしまっては意味がないんで、だから見たまんまね、1本でいいんです。10本も背負わなくてもっていうところです。そこのね気持ち切り捨てるところ、ソードばっかりなんで、やっぱりどちらにせよ何かを切り捨てなきゃいけないんですよね。切り離す、意識でもいいし、実際にね、もうちょっとこの人と一緒にいるの疲れちゃうわとか、もうこれ以上はちょっと私も負担が多いわとなったらちょっとご遠慮するとか、勇気を出して断ってみるとか、関わらないようにしていくとか、難しいんでしょうねそう思います。とってもいい、なんて言うんだろう、教育熱心ではあるんですよ。だから何か教えたくなっちゃう、してあげたくなっちゃう、そんな C さんだと思うんですよね。でも結局のところこうなっちゃう、もう疲れてヘトヘトですよっていう状況になっちゃいますのでね。なんだっけ、 C さんの解決策か、解決策。バランスですよね。例えばいいかではなくて、これ測りを持って剣持ってますよね。必要のないものは切り捨てていく、分別していく、容赦なくもうこれいらないっていう形で切っちゃうカードなんですね。そこですね、解決策としたら。どっちがいいかな、両方なんとかしようではなくて、場面によってはね、これはできるけどこれはできないっていう判断を C さんがしていかないといけない。これもね、結局はほら次に行けるカードではあるんですよ。困難からの脱出、いわゆる、逃げるっていうあれでもないんですけど、回復へ向かう、嫌なことから立ち去っていく、そうなりますよ。でもそのためには、判断しないとダメですね、これね。判断した暁にはこういった未来が待ってますよっていうところだと思います。ね、なかなか、面倒見がいいんだと思います C さんは。困ってる人がいたら、見過ごせないんでしょうね。とってもいい方なんだと思います。で、手助けできるほどの例えば知識だったりだとか、そういったものはとってもあるんですね。だからこそ手伝えてしまう、慈悲深い感じですよね。
でも他人の犠牲になっちゃってますよっていうところです。ちょっとやりすぎではないですかっていうところなので、C さんの1年後の C さん心配してますからね。ここね、ほどほどがいいです。ほどほど。実際 C さんの、望みバランス取りたいですから。しかもごめんなさい。しかもここ離れたいって出ちゃってますからね。まあもしかしたら環境を変えるのも一つの手かもしれないですよ。これお引っ越しっていうカードでもあるので、もう強制的に場所を変える、環境を変える、それぐらいソードって結構きつめのカードなので、容赦なく切り捨てるっていうカードでもあるので、それが課題なんでね。ソードのナイトなんで、多分そこしっかりと区別していきなさいよってことだと思います。ソードばっかりだ。これだけソードで言ってきてるので、そこをやっぱり C さんが難しいのかもしれないけどやってください。やっていけば、この今の C さんの状況、悩ましい状況、自分の時間も作れないような状況、人のことばかりを考えている状況から立ち去ることができますし、回復していきます。はい、そんな感じですね。あとは大丈夫ですかね。じゃあメッセージいただきますね。純粋って出てる、新たなスタート切れます。はい。ユニコーンって本当に何て言うんだろうな、悪っていうものを感じないでしょ。これまさしく C さんなんだよね。なんか悪いことされてもそれを恨んだりだとか、嫌な感情を抱かない、そんなやっぱり C さんなんですよね。でもやっぱりこれもそうなんですけど、きちんとバランスを取る、やりすぎちゃダメですよっていうカードなんです。ここですね。やっぱり同じことを言ってきます。まあそれをうまく乗り越えていける C さんだと思います。1年後の C さんがほらやればできたのよって言ってますから、勇気を出すためにはどうしたらいいのかちょっと見ましょうか。そうは言ってもできないわよっていうこともありますもんね。なるほど。過去振り返ってみてください。今まで自分がしてきた親切身になってるかどうか。今じゃなくて今まで自分がしてきたこと、人に対してしてあげたことをね、関わってきた結果どうなったか。例えばその C さんが全てやってしまうとするでしょ、周りの人のことを。でもこの人って学ばなきゃいけないこともあるしね、自分で乗り越えなきゃいけないところも全部 C さんがやってしまう。それでは意味ないですよね。結果人のために何かをいいことをしようと思った C さんですけど、実際どうですかっていう話になります。だから今じゃなくてちょっと過去を振り返って、結果あれで良かったのかなっていうふうに学んでください。そうするとやっぱり違ったなっていうところが出てくるとうまく切り捨てられる。ここは私の領分じゃないと、ここまではいいけどこの先はあなた頑張ってねとか、そういう分別、区別ができるようになってくると思います。そうなってくると、自分のやりたいことに向かって目標を定めて動いていけるようになります。はい、そんな感じですね B さんは。はい、大丈夫でしょうかね。はい、では C さんの
リーディングは以上となります。ありがとうございました。